私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れておりますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音が聞けるのはラジオだけだと思っております。そうそう、この番組は私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ということで、神田伯山の真似から入りましたけども、原線ラジオ、何ですか、これがしたかっただけなんで、別にどうでもいいんですが、いつもとリズムが違うと、こう、しゃべり出しが難しいですね。はい。そんなこんなで、昨日は何をしてたかと言いますと、浅草に行っておりましてね、浅草にね、行っておりました。今度14日にある、水道橋博士さんのイベントのオープニングを取りに浅草に行っておりましたが、ドルフィンソング、タックの若手のドルフィンソングがずっとそこでネットフリックスの浅草キッドが公開記念のキャンペーンのイベントにずっと出てて、人力車の前でずっと漫才やるっていうのをやってて、でドルフィンソングと、カイマくんとで、その休憩時間を襲いに行って休憩時間に浅草でロケをしておりました。それが14日にやりますんで、いいのかとね、本当にこうね、何にも無策で行ったんですけど、ロケーションがいいからもうこれでいいやっつって、もうそそくさとロケも終えてね、で浅草のでなんか飯食おうっつって、ドルフィンソングが次すぐまた仕事が営業があったんで、そのまま買い物とじゃあ飯食おうっつっていろいろ探したんですけど、本当に東洋館の近くの水口っていう食堂屋がもう非常に気になって、でちょっと入ってみようっつったら、うまかったね。いや参っちゃった。あんなうめえ定食屋があるのかと思って、でもたらふく食ってね、昼間だったんであれですけど、あれね、いろいろお惣菜というかおかずね、いっぱいあるんで選んで飲んでる人とかいてね、ああいうところでこう一杯やりながらみたいなのいいなと思って、飯だけ食って帰ってきましたけども、14日の浅草キッドからですね、ネットフリックスのやつと公開記念劇団ひとりさんに来ますので、ぜひ皆さん配信のチケットはまだまだありますので、ご覧になっていただければなと思いますといったとこですかね。でもう早速行きましょう。見ましたです。最愛の9話目、これもう来週最終回なんですが、もういよいよ大詰めも大詰めなんですが、もう最後の最後にね、またこうひっくり返してくれたというかね、驚いちゃった回ではありましたけども、冒頭のナレーションであずさがね、彼女のため、会社のため、私のしたことに後悔はないっていうナレーションが入るんですけども、一回見てるんで、それがすごく気になっナレーション何だったんだろうって気になったんですけども、冒頭でこれあずさが独白というかナレーションではあるんですが、言ってるんですね、後悔はね。だから何かしらやっぱりあずさはこの一連の事件というか、渡辺明さんのそれが殺害なのか、それから寄付金詐欺問題ね、あれは後藤が一人でやったことだって言い張ってるんですがね、それを知らなかったのかどうか、物語の途中、ドラマの中の途中であれを全部寄付し直したんでいいだろうというね、開き直りとも取れる、しかし世間はそれを許すかどうかっていうところのあれも出てきましたが、あったんですがね、この冒頭のナレーションで全部私がしたことに後悔はないって最後出頭していくんですけども、そんな内容になっておりましたが、いろいろね、まだまだ謎が解明されていないところが多くて、一番のあれはあれですね、
渡辺明さんの殺害現場で見つかったペンが真田ウェルネスの記念品のペンだったっていうことが、先週の最後に分かって、でしかもそれ限定5本で持っていたのはあずさ、加瀬、リオ、正信、後藤の5人だと。でそれぞれ、今持ってるのかどうかを確認すると、あずさはちょっとわからない。で加瀬はどこだったかなってカバンをゴソゴソしたら出てきてありました。でリオは持ってました。弟の優が持ってて、それを大輝が借りて、それが証拠品だっつって、そこから分かったんですけどね。で正信はこれ確証はなかったんですけども、あるみたいな感じで、後藤は最後の最後に持ってたんで、持ってないのはあずさで、ついでにね、捜査上でしおりが殺された日のアリバイと、それから渡辺明が殺された時のアリバイの有無を調べていくと、どうもこのあずさだけ、がどっちもないっつって、どっちもっつうか、しおりの殺害の時のアリバイが、あずさにはなくて、しかもペンがないんで、あずさが怪しいんで、ちょっと引っ張ってこいっつって、桑田がじゃあ私行きますっつって引っ張りに行くというところもありましたが、で、謎はね、冒頭と後半にも出てくるんですけど、藤井ね、大学の後輩の藤井が、大輝に会いに来てね、何か伝えようとしてるんですが、そのまま去っていくっていうところがあって、その藤井は大輝が万引き、書店でね万引きしてた子供を捕まえて、もうするんじゃお店の方も許してくれるっつってたからするんじゃねえぞって言ってるところの目の先に藤井の姿を確認してね、で車がビューンって行くんですけど、車に乗ってたのは立花あずさ、立花あずさじゃない、真田あずさですね。なぜあずさと藤井が会っていたのかなっていうシーンもあったんで、それ最後に詰められるというか、お互いが詰め合うんですけども、大輝は藤井に「お前あずさと会ってただろう、何してたんだ」って言ったら、藤井は15年前の事件の現場におりましたよねと。これね、ドラマの中では一応ね、東京に行ってていなかったってことになってたんですが、藤井は現場にいた大輝を見たというか、おったよねと。これ釜をかけてるのか、実際に見て証拠があるのかわかんないですけど、そんな会話でね、これ来週になっちゃうんですけど、これそうなったらね、いろいろこう辻褄が合わなくなってくるところも出てくるんで、これね、現場によって刑事をやっていられるのかっていうような問題もある。これひょっとして釜かけられてんのか、もしくは藤井が勘違いして大輝が現場にいたと思い込んで聞いているのかっていうことかなとは思いつつも、もしも現場にいて誰でした、渡辺康介の殺害を、見てたなり現場にいて知っていてだったら、いろいろね、大輝もあれだなと思っちゃうんですけど、というような謎を呼ぶというかね、回でありましたね。それから何ですか、あずさがね、もう最初は、寄付金詐欺のことはもう寄付金も返したことだし、やり過ごそうとするんですが、最終的にこう自分で記者会見を開いてね、全部自分がやりましたっつって、で一部報道で出てたリオが立花しおりの殺害当日に会ってたってんで、それで
殺害したんじゃないのかっていう報道があるけども、それはもう全然根も葉もない噂ですっつって、あずさが出頭していくんですが、その時にあずさはリオと後藤で真田グループを支えてほしいと伝えるわけなんですが、それをね見てた正信社長ね、こうね、なんで母さんみたいな顔でいるんですが、真田正信ね、ちょっと頬こけすぎじゃないですか、社長にしては。あんな頬こけてる社長ってね、薬をやってるか何か大病を患っているかは精神的に病んでるかでないとあんなに頬こけません。あとは貧乏人かどれかですよ本当にね。頬こけすぎだろうとか思いながらね、結局多分やっぱり僕はずっとね最初から言ってますけども、正信がねこう特に事件に関与することもなく、ただただこわ表で怪しまれるキャラクターとして出ているのかなっていうまま落ち着きそうですね。なんか最終回で正信がひっくり返すってことはもうないだろうと思いますね。本当にこわ表でなんかあいつがやってそうだなって言われるキャラだったのかなと思っておりますが、来週ひっくり返すんだったらどうひっくり返すのかわかんないですけど楽しみではありますが、そうですね、他謎なところはそうですね、渡辺明の殺害が実際、ペンがあったってことで、あずさが何かしら関与してたのはこれ間違いないとは思うんですが、実行犯であるかどうかってなるとそれはやっぱ分かんないですよね。だから実行したのはね、なんかねちょいちょい加瀬が怪しい顔つきをするんですよね。で最後の最後後藤と龍がちょっと揉み合って階段踏み外して後藤が頭から血を流して、あれもうなくなっちゃってるでしょね。そうなるとこれねいよいよって感じなんで、後藤の安否と、それからあと藤井とね大輝の会話は何が話されているのか、最後全部これ伏線をというか謎を解き明かすことを明かさないことにはモヤモヤが残っちゃうんですけど、どうなっていくのか最終回来週本当に楽しみな最愛の9話ね。これいやーどうなっていくんでしょうかね。他に何かあの人そういやあれどうなったみたいな人はいました？いませんよね。おらんか。影の薄い人はおったかもしれないですけどね。優が何を調べてたかみたいなところはあるんですけど、優は言うてもねその障害があるからちょっとずるいよね。そこで何か非常に例えば今はもうね潔白が証明されてしまいました。殺害現場というか渡辺明の死体が上がった池の場所がね東西で違ってたんで、優はそれはもうないってことになってますが、それもしかしてね優がまたっていうことはもうないかなんでね、どうなっていくのが本当に楽しみな来週最終回ですんで、これね毎回僕最愛は見て原線ラジオで喋っておりますが、それだけ見てもね多分分かんないですよ。他のいろんな考察動画をね上げてる人のを見て、あと1個これを言いたかった、忘れてた。立花あずさが立花あずさ真田あずさが、記者会見をしてでわーわーつって世間で騒いでる時にプロビンみたいなね YouTuber が一瞬映るんですけど、一瞬というかねわーわーつって騒ぎ立てるんですが、
その時にね思ったのは他のドラマでね、他のドラマってプロビンって真犯人フラグのねプロビンみたいな YouTuber が出てくるシーンがあったんですけど、それ時代だなと思いますよね。江戸時代だったら本当に瓦版配ってるやつですよね。で山ネズミロッキーチャックの場合で言うと青い鳥のねニュースだよニュースだよって言ってたやつっていうのは今でいうああいう YouTuber ですもんね。だからいつの時代でもああいう存在っていうのはいるんだなっていうのはこのドラマを見て思いましたね。本当にYouTuber を見た瞬間山ネズミロッキーチャックを思い出したのでね、久しぶりにね検索しましたよ。山ネズミロッキーチャックってねニュースだよニュースだよっつってやってましたから、あれ今で考えたらねYouTuber と変わんないですよねっていうのを見て思っておりました。どうなっていくのか最愛の最終回来週楽しみでありますので、ぜひご覧になってください。あと見逃し配信はねTVer なりこれはカラビですかね、全話ありますんでご覧になってください。あとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとう。またあれやるの忘れたけどもういいかね。ありがとうございました。